説シリーズをご覧の皆様、こんにちは。司会を務めます鈴木風子です。T ちゃん解説シリーズでは、起業をしたい学部生、大学院生、ポストドクター、教職員、卒業生を対象として起業にあたっての注意点を分かりやすく解説していきます。本日はナレッジネットワークの森戸雄一さんを講師にお迎えして起業することのリスクについて解説をしていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。企業の経営や、人材育成を専門にしてます、ナレッジネットワークの、森戸と申します。今日は、起業することのリスク、起業しないことのリスクということで、お話をさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。起業というとどうしても失敗したらどうしようというイメージがあるのですが、起業することのリスクについて本日は教えてもらってもよろしいでしょうか。そうですね。やはり起業っていうとまだまだ身近じゃないように、私たちもそれから学生も、感じてしまうんじゃないかと思うんですよね。ただ、起業するのにも、リスクがありますけど、逆に、起業しないことにも、リスクがあるっていうのですね、今日は、皆さんにお伝えできればと思っております。もう起業しないリスクですか？そうなんですよ。起業しないとですね、皆さん当然会社で、勤めたりとかですね、それから公務員になって、組織で働いたりされると思いますけど、やはり起業しないっていうのが、安心、安全、安定とかですね、いうふうな形で思ってしまって、安定した組織に、長い期間、所属しているのが、今までの日本ではやっぱり普通だったと思うんですよね。ですから、その心理的安全性とか最近言われますけど、その心理的安全性を保たれて、やっぱり将来にわたっても、私はその安心で仕事できるっていうのもいいんですけど、逆にそのビジネス環境っていうのは大きく変わってますので、これからいつ所属する組織が不安定になったりとか、そのビジネスがなくなってしまったりとかするかどうかっていうのは誰もわからないんです。ですから、起業しないリスクっていうのもこれからはしっかりと考えていかないといけないんじゃないかなと思ってるんですよね。なるほど。起業しないリスクの方がだんだん身近になってきているということですね。それでは今日は起業するリスクと起業しないリスクの両方について教えていただきたいです。まず起業するリスクについて教えていただいてよろしいでしょうか。はい、そうですね。起業するリスクなんですけど、やはり起業すると、当然ながら、事業をですね、継続していかなきゃいけないっていうことになるんですが、まず事業を継続するためには運転資金というのが必要になるんですよね。その運転資金が尽きてしまうと、当然ながら事業を継続することができないと。ですから、運転資金のショートっていうですね、リスクがまず一つ目にあるんじゃないかなっていうことなんですね。それから二つ目が、その資金ショートに伴って、実際に事業が継続できないっていうことになると、起業されたご本人、その創業者の方が、生活することを継続って言いますか、生活費を確保するっていうこともなかなか難しくなってしまうと。これが2点目のリスクじゃないかなと思うんです。それから3点目は、やはり創業時、起業したすぐっていうのは若干無理してお仕事していきますので、その健康面、こちらで健康を害してしまう。そしたら、まさにその事業継続が資金面以外でも健康面でもやっぱり続けられないっていうふうなところのリスクがありますので、この3つですね。事業資金のショートと自分の生活費、これがしっかりと確保できなくなると。それから健康を害した時に誰も保証してくれないというふうなことが考えられるんじゃないかなって思いますよね。なるほど。お金のことと自分の生活のことと様々なリスクがあるということですね。では続いて、起業しないリスクについて教えていただきたいです。そうですね。起業しないリスクっていうのはですね、先ほどやっぱり安心、安全、安定って話をしましたけど、やはり一旦会社とか組織に入ってしまうと、やっぱり経営に携わるまで、早くて、10年、それから遅いと20年と、やはりそこにたどり着くまで若干時間がかかるんで、やはり経営に携わるまでの時間がちょっとかかりすぎるなというところがまず一つ目のリスクで、もう一つが、やはり会社から渡された仕事をやっていく、目の前の仕事をやっていくっていうことなんで、活動範囲が限られてしまって、やっぱりどうしても視野が狭くなってしまうというふうなところが二つ目の、リスクかなと
それから最後は、心理的な安全性っていうのは、これ重要なんですけど、やはり時間を提供したらお金がもらえるっていうですね、いわゆるサラリーマン体質っていうのが染みついてしまうんで、後から起業しようとか思っても、なかなかもう起業するチャンスが来ても動けないというふうなこともありますんで、そこら辺もですね、私は起業しないリスクって言えるんじゃないかなと思っております。なるほど。気持ちとか考え方にリスクが潜んでいるということですね。そうですね。起業するリスク、起業しないリスク、それぞれ、理解できましたが、今回のテーマである起業するリスクについてもう少し詳しく教えてもらってもいいですか？そうですね。やはり起業するリスクの中でですね、先ほど事業資金とかいう話をしましたけど、やはり起業するとですね、起業するまでにもお金結構かかりますし、それから事業を開始しても、運用ですよね。会社を回すための経費がかかると。それから何よりも最初に想定してた売り上げがなかなか上がらないというふうなところもやっぱあるんですよね。ですから、準備資金の調達とか、運転資金の確保っていうふうなところがまず一つ、あるのと、もう一つがやっぱり事業の内容なんです。やっぱり今世の中のビジネス環境の変化っていうのが激しいので、環境変化で最初に思い描いてた企業のアイデアがやっぱり陳腐化してしまったりとか、それから予定してた製品とかサービスが自分たちで作れないっていうふうなことになってしまうこともあるんですね。それから実際に物を作ってもそれを売る体制、営業の体制が作れなかったりとか、販路を開拓できなかったりすることもあると。ですからビジネスモデル自体の問題だったりとか、商品とかサービスの開発の問題だったりすることもありますんで、この事業内容のことっていうのもやっぱりしっかりと押さえておかなきゃいけないのかな。それから最後が軌道に乗り始めた時に組織体制ですね。やはり自分だけでずっとやっとくっていうのは結構大変なんで、やっぱり人をどんどん雇ってとか、パートナーシップを組んでやるんですけど、やっぱりこのワークとライフのバランスが、まず創業者の方が崩れてしまうというふうなところがあるんで、そこら辺をどう回避するかっていうことと、やっぱり先ほど言いましたように、健康、これを壊してしまわないようにするために、やっぱり組織づくり、この中でストレスをためないようにしていくと。それから、やっぱりもう一つは、創業時に、一緒にやろうって言った仲間が、やはりそれからずっと事業をやるにあたって、途中でやっぱり意識の変化とか方向性の違いっていうところでやっぱ離れてしまうということもあるんです。だからそういうことを考えると、創業者の健康もそうなんですけど、チーム自体、これをどう作っていくかっていうのは、一つ大きな課題じゃないかなっていうのは思いますよね。ありがとうございます。皆さん、起業することのリスクについてのイメージが湧きましたか？最後に講師の森戸さんから一言コメントをいただきます。お願いします。はい。今回のですね、この動画が、これから起業する、皆さんにとって、参考になれば、幸いです。起業するも、起業しないも、これは、個人の選択なので、どちらが良いっていうのはですね、これは一概には言えません。ただ、一度の人生なので、チャレンジするタイミングについては、しっかりと、考えていってください。今回ですね、こういう風な形の、動画を、配信させていただきましたけど、やはり皆さんにとって、今回の動画が本当に、役に立てば、幸いです。ありがとうございます。それでは、さようなら。